皆さんこんにちは、焼肉システムです。今回なんですけれども、コーヒーをピタゴラ装置を使って作っていきたいと思います。流れとしてはですね、こちらのドリップコーヒーをコップにかけます。で、お湯を入れます。あとにこのミルクを入れます。で、角砂糖を入れて完成っていう流れですね。これ人の手でやれば普通に5分くらいで作れるもんなんですけど、ここをあえてピタゴラ装置を使って作るということをやっていきます。はい、まず最初なんですけれども、こちらのマグカップと板とミニカーを使ってマグカップごと前後するような仕掛けを作っていきたいと思います。このミニカーを板の下につけてこれ台車にするわけですね。なんでこれを最初に作るかって言いますと、やっぱり工程が多いんですよ、どうしても。ですのでこのマグカップが固定した位置にあると仕掛けが複数重なってしまって、どうしてもね干渉してしまうので、仕掛けごとに段階を経るためにマグカップから徐々にこう手前の方にスライドしてくるような流れにするために台車を作ります。はい、台車ができました。一応ですね、マグカップ固定してもいいんですけど、装置をセットしたりする都合上取れるようにしておきました。これでスライドができるわけですけど、スライドの方向としてはこの前後なので、このオレンジのレールをね、机の上に固定していきたいと思います。レールの設置完了しました。見ての通り、この前後にスライドするようになってます。ここにスプーンが置いてあるのはなぜかと言いますと、マグカップがですね、最後コーヒーができて手前に来た時にスプーンが置いてあることで完成が分かりやすいということですね。でですね、このオレンジのレールなんですけれども、こうちょっと見てもらうと分かるんですけど、このレールの幅とミニカーの幅って若干違うんですね。だから普通のミニカーですとこのぐらいのこう余白があるわけですね。5ミリぐらいかな。でこのズレが出てしまうとですね、この後このマグカップにいろんなものを入れていくわけですけど、これで左右にずれるとまずいんですよ。ですのでこの平行に並んでいるオレンジのレールは2つのミニカーがギリギリになるようにして左右にほぼぶれないぐらいの距離にしてます。これがねずれてくるとね、本当後の方で調整が大変になってくるんで、こういうとこは最初大事かなと思います。じゃあ一回このマグカップにつながる手前の最初の部分を作っていきたいと思います。レバーの部分ができました。ここにドリップコーヒーの方がついてまして、最初の仕掛けはレバーが下がってここにセットされるってところからですね。で流れとしてはこの後お湯が入ってこれが上がって、で次の工程ってことでこれが前にスライドするっていう流れですね。ここ動きが逆のことをしなきゃいけないんで、ここをどうやってやるのかわかんないですけど、ちょっと頑張って作ってみます。今このレバーのところができました。もともとねこの角度で止めておかなきゃいけないんですけど、それを止めておくのがこれです。このオレンジと青のパーツで作ってあるところなんですけど、これで今こう止めてますね。これですね。でこれ回転するようになってまして、左側から押してあげると回転して突破が外れるんでっていう形でカップにセットされるという仕組みになってます。でね、今ねこの台座が固定されてないんですよ。なのでこう微妙にスライドしてね振動とかでずれちゃうんで、ここを固定するようなゲートを作ります。はい、一応仮ですけどゲートができました。これはですねこう左右にスライドすることができまして、多分この右側からですかね、右側から何か紐をつけておいて引き抜いて、でこのゲート開放みたいな形にすると思います。そしたらこの前にねマグカップが壊れるので次の工程という形ですね。でこのミニカー自体はここに紐をつけて、その先に重りをつけまして机から垂らすことによって位置エネルギーでスライドするという動力にしたいと思います。今思いつけたんですけど、ちょっと勢いが強すぎますね。ゲートを開放した時にこれちょっと速すぎるかな。マグカップ乗せたらどうでしょうか。ちょっと怖いな。怖いっすね。この重りのサイズを変えましょう。なかなか
いいんじゃないですかね。実際はここに液体が入るわけなんで、もしかしたらこの軽さだと動かない可能性もありますけど、その時はまた変えようと思います。とりあえずこれでいきます。このレバーの解除がどうしたら面白くなるかなって考えたんですけど、単純にこういうドミノみたいなので倒してもよかったんですが、それよりもこのレールを上に乗せておいて、ビー玉が転がって黄緑色のブロックに当たったらレールごとスライドして倒れた時のこの斜めの重さがかかって解除されるって方が面白いかなと、ちょっとギリギリめにセットしておいて、次は今のビー玉の返しのところを作ってみましょうか。先ほどのレールのところにビー玉を持っていくためにビー玉のエレベーターを作ってみました。ミニカーと水色の積み木が紐でつながってるんですね。ですからこちらのミニカーが手前の方に進みますと上がっていくという仕掛けになってます。でですね、このオレンジのレールはシーソーみたいに傾くようになってまして、こちらの積み木を外しますとこのようにビー玉が上に上がりました。ではこの仕掛けを発動させるためにこの積み木を外すわけですけど、そこの仕掛けを作っていきます。ここなんですけど、紐で引っ張られてる方向が左側じゃないですか。でそうするとこのオレンジのレールが若干こう左側にブレてっていってしまうんですね。ですからそうならないために三角の積み木をここにつけてオレンジのレールの位置を確定できるようにしたいと思います。これでいいと思います。手前に引くのが大事ですね。はい、分かりづらいんですけれども、ここに画用紙をつけてみました。この画用紙は何かっていうとですね、このビー玉が手前側に落ちないようにするためのものですね。これでしっかりと上まで落ちずに上がってくれると思います。レールを追加しました。このエレベーターなんですけど、せっかくねエレベーターでビー玉を上に上げるんで、もともと地上にいたビー玉がレールを転がってきてさらに上に上がりましたっていう方がなんとなくもったいなくないっていうことで、最初にねここに設置しておいたビー玉が上がるという流れにします。なので仕掛けとしてはこのビー玉がまず動き出してこのエレベーターの上に乗る。でその後にこのシーソーですね、ここの積み木が外れる流れですから、2箇所ね、ほぼ同時に動くっていう仕掛けが必要になってきます。撮影していないところでいろいろ進めちゃいましたけど、このビー玉とですねこちらの積み木を引く構造を作りました。流れとしてはですね、ピンポン玉から始まるんですが、引きますとこの黄色いバーに触れますね。でそうするとこちらはですねシーソーみたいにまたなっておりまして、ビー玉の方が重くなるんで奥の方に倒れます。でレール転がってエレベーターに設置されるという流れですね。でここは先ほどのピンポン玉です。こちらがもう1個役割をしてまして、赤いビー玉に触れますね。でそうするとビー玉が白いレールの上に転がってきます。でこう机から若干はみ出しているんですね。ですから最終的にここに到達するとレール自体が落ちます。で見ての通り紐がついてますので引っ張られますね。この木の積み木が突破になってるんですよ。っていうのもここにメジャーがございますね。メジャーの先が先ほどのこの積み木につながっているということで、これ常に今引っ張られてる状態になってます。ですからこれが引かれると、自動的に右の方に引かれる形になってますんで、はい、こういった流れでシーソーが落ちるっていう仕掛けになってます。では次はこの続きの方を作っていきます。さあ水を注ぐところなんですけど、この通りギアをかませております。
これは何でかっていうとですね、この計量カップがいきなり倒れてしまうと水がね左側の方にバーッとこぼれてしまうんで、徐々に倒していきたいんですよ。そこで大きいギアと小さいギアをかませることによって少しずつ傾けることが可能かなっていうふうに思ったので、あとはこの方が見栄えも面白いですしね。でですね、このギアからは紐が出てまして、この木の穴が開いたブロックにつながってます。さあどういう動作になるんでしょうか。もうなんとなくわかると思いますけども、このですね細い積み木がありますね。これが抜けていくんですね、一個一個でですね、今重心が定まってないんですけど、この左側の方に回転するように重りなどをつけておいてですね、この紐が常に引っ張られてるようにしておきますね。でこれが抜けていくと引っ張られてるんで、こうどんどん木のブロックが進んでいくと、そうするとこれが回転していって徐々に注がれるっていう流れになってます。またここに気孔を追加しました。これはですね、先ほどの状態ですとこのつながってる積み木がですね、最終のここまで来た時に浮いてしまうんですね。こっちで引っ張られてっていう、この上の方向に引っ張られてますんで抜けてしまうと。でそれを防ぐためにですね、レールですね、レールを設置してます。平行の高いレールによってですね、この方向にしか動かないと、そして上にも抜けないということで、これで安定するんじゃないでしょうか。この仕掛けですが、なかなか複雑なビー玉を使った機構にするのが難しかったので、もっとシンプルな方にしました。流れとしてはですね、この積み木の重りが落ちたら紐がつながっていて1個ずつ積み木が落ちていくという流れになります。っていうね流れで落ちていって、でですね、この紐はもともと左の方に引っ張られているので、今の仕掛けが発動したら最終的にはこの一番左まで積み木が来るということになります。はい、その手前のところなんですけれども、この重りを落とすためのルートを作ってみました。流れとしてはですね、コーヒーのセッティングができたら何かしらの仕掛けが動いていってこの重りを落とさなくてはいけないので、この L 字型のルートですね、これが倒れたこの流れでここにビー玉を置いておきます。でこれがですねそのまま転がっていってですね、 L 字で手前の方にそのまま転がってきても良かったんですけれども、せっかくなんでここに1個仕掛けを置いてみました。これはですね、ビー玉が乗ったレールが90度に回転しまして、方向転換するっていう仕掛けですね。でですね、どういった仕掛けかと言いますとですね、まずビー玉が転がってきまして、この黄色と紫のバーに当たります。でこれは後ろ側に倒れるようになってまして、倒れると連動してこの紐でつながっているこちら側のバーも倒れます。でこれはゲートになってるんですね。何のゲートかっていうと、このミニカーのゲートです。これ L 字型のゲートでして、立ち上がるとミニカーがスタートします。でミニカーにも紐がついているんで、その先をたどると先ほどのこの黄色いレールですね。でこれですね、ここに手前側に引っ張られるような方向になってますんで、これでクイッと90度曲がると。でタイミングよくビー玉はこれ倒した後のここに乗ってるんで、そのまま回転してこの手前方向に投げ出されていくということですね。一回やってみましょう。ここからですね。ってな感じです。意外とね、ここの仕掛けの時間短いんですけれども、結構凝った仕掛けにはなってます。さらにその続きを送ってみましたけど、もう複雑すぎてわけがわからないですよね。その続きなんですけれども、先ほどですね、この赤い棒がですね抜けたらスタートっていうことにしてたんですけれど、よくよく考えたらコーヒーのゲートがですね閉じてる状態でこのレバーが外れるんですよね。ってことはこれが外れてもこの L 字のレバーによって手前に進めないってことになりますよね。ですからこれを上に上げなきゃいけないということで、そもそも確かにお湯を注いでから一回取りますから、結局この動作必要になってくるってことなんですよね。ってことでどうやったらこれ再び左の方に上げれるようになるかっていうと、この仕掛けをここに作ってます。構造としてはですね、ゲートが抜けるっていうこの構造になってましたんで、それを利用することにしました。こう分かりますかね。この赤いレバーの端っこの方に白い棒が接してますよね。この黄色いバーの方とシーソーのようになってまして、重力が手前にかかってる状態です。ですからこの赤いレバーが右の方に抜けると重力が手前になってるんで、こう倒れてくると。でその動作を利用して次に進みたいと思います。でこれ倒れますと紐がついてますよね。で紐の先はこのゲートです。よくあるやつですね。こう引っ張られますよね。ちょっとやってみますか。これが抜けるとちょっと今重さ足りなかったですけど、ここは今一瞬こう開きましたね。ここにはビー玉置いとくんですよね。今の一瞬開いた力でビー玉が坂の方に進むようになってるんで、こう開いて進むと思います。もう一回一応やってみましょうか。はい、もう一回いきますね。はいって感じで進みますね。
そしたらまたここ複雑なんですけど、ビー玉が穴を通って下行きますよね。この緑のレールで坂になってて、このドミノが倒れます。そうしますと、これ倒れるとこの紐ですね、紐が引っ張られます。こうやってでその先にはまたゲートがございます。でゲートはこのミニカーを今押さえてるわけですね。赤いミニカーの後ろにはですね、この三角の部品がついてます。この三角が移動するわけですよね。そうすると次またここに待機してるミニカーに当たります。で三角の部品が当たるわけなんで、このタイヤが今レールに引っかかって止まってるんですけど、それが浮き上がると手前に積み木ですね、細長い積み木を倒すと。でこれはこの机から落下するんですけど、また紐がついてると、同じですね。重りが落ちて紐が引っ張られるっていう仕組みはいろんなところで使われます。でこの重さによってこのゲートが開くという流れですね。でですね、もうこのマグカップの車はすでに手前の方に引っ張られている状態なんで、1個目の赤いゲートが開いて、でこれも引っ張られて開けば完全に何も邪魔するものがなくなるんで、手前の方に進むということです。で一回やってみたいと思います。止まりました。なぜでしょうか。普通にちゃんとセッティングできてないですね、これ。では気を取り直して、完璧です。そこからいろいろ調整をいたしまして、台中のエリアになってきました。それがこちらです。どでかい複雑な屋台みたいな装置が出来上がっておりますけれども、ここで行うこととしては角砂糖を投入するということとミルクを投入するということ、そしてさらに白いピンポン玉を次の装置へつなげていくということで、こちらの装置なんですけれども、海外のタゴラ装置を作られている方と複生命とコラボしている装置の動画になっているんですね、実は。でですね、そちらのコラボの動画の方がオレンジのレールと白いピンポン玉でスタートと終わりがつながるようにするという条件になっておるんですね。ですので、僕のやりたいことはコーヒーを完成させるっていうコンセプトの装置なんですけれども、さらに白いピンポン玉をオレンジのレールで繋いでいくっていうところまでで、一応この装置は完成ということになります。でですね、このみこしみたいな車であるのは先ほど、ここもちょっといろいろ構造を変えたんですけれども、ここでですね、カラフルな積み木がどんどん落ちていくという仕掛けになっていたんで、この場所に装置を設置できないんですよ。手前に落ちていくんで、ここの空間に何も置けなかったということで、角砂糖とかを入れたいってなった場合、右側の空間からしかもう投入できないんですけど、ここには置けないということで、全部屋台に乗せてしまって丸ごと引っ張ってくるという仕組みにしました。でですね、非常にこれ複雑な仕掛けになってしまったんですけれども、説明しますと、このマグカップが手前に進みますね。でそうするとこの積み木に当たります。そしてこれ落ちますね。でいつもの通りこれは重りになってますと。で引っ張られますね。そうするとこの車が進んでいくということになります。進んでいった時に紐がついてまして、この紐は机の下のここに繋がってます。ということはどういうことになるかっていうと、進んでいくとこの紐がどんどん張られていくということになりますね。そしてある程度のところまで行くと、ここからピンと張られていきますね、どんどん。そしてこの繋がっているところがまたレバーになってまして、手前の方に倒れると。でこれは何を止めているかというと、こちらのミニカー2台と白いレールで作ってある車ですね。これごとこう動くようになってるんですけど、これを赤いゲートで止めてるんで動き出しますよね。でですね、次なんですけど、この車自体にも紐が繋がっとるんですよ。で白いレールの上にまたゲートがあって、そのゲートに紐が繋がっていると。でこれはさっきのどでかい屋台自体に固定してます。ですのでこれも左に進むとこれがピンと張られてこのゲートが開くんですね。で、ここで一気に仕掛けが3つ動くんで、1個ずつ説明しますと、まずこのピンポン玉がちょっとした厚紙がありますよね。これがピンポン玉に当たってオレンジのレールの上に落ちます。ピンポン玉に関してはここで一旦仕掛けが終わりで、このゲートが開くんで、そうするとこの水色のビー玉が走り出して、それと同時にこのゲートの上にもビー玉が乗っているんです。でこれ開くとこの右の方にあるオレンジの器に投入されるということで、ちょっと一気に仕掛けがバーって動くんで複雑なんですけど、一旦じゃあこれ動いたっていう話進めますね。この屋台ごと左の方まで移動したら、一旦この状態になるわけですよね。ピンポン玉は下に落ちてゲートが開くと。でここの水色のビー玉はそのままですね、ここのコーヒーのクリームですね、これを押します。で蝶使いみたいなのがついてまして、こう傾くようになってるというわけで、何がしたいかも分かりますよね。これを押してコーヒーに投入するということです。なのでこういうね、単純に押すだけでできるようになってます。次ですね、ここに投入されたビー玉はどうなるかっていう話なんですけど、これですよね。入ったら進んでいって、このミニカーの下のとこまで来ます。で実はですね、この水色の積み木はこれ重りなんですよ。また紐がつながってますもんね。つまりですね、この落とす重りごと移動してきたっていうことですね。
この全体で。これはどこに繋がってるかっていうと、ここですね、この角砂糖ゲートに繋がってるわけですね。でこれ開いて、はい、こう角砂糖進んでいってここに投入するということですね。ちなみにですね、この角砂糖のレールは分割されてまして、こっちの直接入る方はすでに備え付けになってて、角砂糖が保管されている場所ごとこうやって動いていって、ここで組み合わさるっていうことになってます。はい、でですね、これで角砂糖とクリーム入ったんですけど、最後にこの白いピンポン玉をレールの続きにつなげていかないといけないわけですよね。ってことで、こっからどうやってつなげようかなと思ったんですけど、もうつなげる場所がほとんどなくて、このゲート自体にまた紐をつけてます。これですね。ですからこれ開くと同時に角砂糖が落ちるっていうところと、さらにですね、この紐がもう一個奥につながってまして、非常に見づらいんですが、裏側ですね、ここにですね、白いビー玉が待機してるんです。でこのゲートが開くと引っ張られて、こうやって進むということで、この裏でね、実はもう一個発動してるんですよ。でこれはどこに行くかっていうと、分かりますかね、この真ん中の下のところにあるレールを転がっていって、はい、ここで坂になってます。で加速します。でその先にはですね、またこの積み木で重りになっているものがあります。実はこれはですね、紐がですね、先ほどのこのミニカーにつながってるんですよね、実は。なのでちょっと分かりづらかったんですけど、この全体で左に移動しながらこの紐も引っ張られていたということなんですね。何がしたいかっていうと、この重りが落ちた衝撃で一瞬右側にこうやって引っ張られるんですよ。そうするとここに落ちたピンポン玉がこの坂を下って、これ次の型の装置へつながるということで、ここで一応終わりになります。そうなんです。なので最初はこの位置に置いていたのはレール的に限界があったわけです。この位置で固定されてたんで、ミニカーの右の方に置いとくことができなかったんですよ。なので一旦こう来て、ピンポン玉がここに落ちてくれて、でもう一回こうやってスライドするという必要があったんですよ。はい、ということで一応一通りできたんですけど、非常に複雑になってしまったんで、おそらくいろんなところで噛み合わないと思います。ですからまたいろいろちょっと調整して成功のテイク取っていきたいと思います。あと説明しきれなかったこだわりポイントとしてはこういったところですね。もともとこの積み木はつけてなかったんですけど、ブロックがないとですね、こちらの木の積み木が手前の方にスライドするんですけど、机から積み木の距離が短すぎて意外とね落ちないってことが起きてたんですよね。ですからできるだけ距離を稼ぐためにちょっと延長をしてるってことですね。でこのレゴブロックみたいなのがついてるんですけど、これはですね、紐が引っ張られる角度が机に対して垂直じゃないと、それもそれで積み木が落ちてくれないという動作になってしまうので、ここで制限してるってことですね。こう難しかったのは、この積み木が落ちた後に奥の積み木も落ちなきゃいけないんですよ。でこの机を延長しすぎてしまうと、次はねこっちが落ちないってことになっちゃうんで、いい感じな塩梅でやるっていうことでこういった形になってます。あとはですね、ここのビー玉なんですけど、もともとこちらのビー玉がここに来て、でエレベーターで上がって1個が行けば、これシーソーになってるんですね。で右の方にビー玉が行くと傾いて落ちるっていうことだったんですけど、それだとねなんかすごいバランスが悪くて、セットがねギリギリ方向を攻めなきゃいけないってことで難しかったんですよ。ですからできるだけ差ができるようにビー玉2個にしました。あとちょっとしたこだわりとしては、このコーヒーなんですけど、こちらのね後ろ側だけガムテープでちょっと補強してます。わかんないですかね、これですね。でこれなんでかっていうと、ここ補強しとかないと、ここ紙なんでどんどん下の方に曲がってっちゃうんですよね。なのでこの後ろの方だけ固定して、できるだけ垂直になるようにしてます。でですね、これ見たら分かるんですけど、ここだけちょっとハサミで切ってあるんですよね。でなんでかっていうと、セットされるじゃないですか。やってみましょうか。でこの後に水が注がれるんですけど、そうするとですね、このキールカップの角度がですねこの状態になるわけですよ。コーヒーカップは手前の方に後でスライドするんで、これはね戻さなきゃいけないわけなんですけど、これが戻るときにねここに当たるんですよ、キルカップと縁のところに。ですからここだけちょっと削っとかないと干渉するってことで微妙に削ってます。こういうことしとかないとね 1,2 ミリの差で止まったりするんで、一応保険のためにやってます。あとはですね、このコーヒーカップの車を止めてるゲートがあるんですけど、ここもともとプラスチックの棒で、この黄緑の積み木の向こう側にかかるようになってたんですよ。ですけれども、そのままですとこれ紐が連動してるわけですけど、引っ張られてここで止まってしまうっていう現象が起きてたんですよね。でどうしたらいいかなっていうことで、もうこの細い串ですね、この串のゲートに変えてしまって、これだったらスムーズに斜めに引っ張られて落ちてくれるんで、これに変更しちゃいました。あとですね、これですね、ブロックが1個だけついてます。これは何のためにつけたかというとですね、ピンポン玉ですね。最後に画面からフェードアウトさせるためのものなんですけど、これを発動させるために
この積み木を落とさなきゃいけないんですよ。でこの積み木を落とすためのビー玉を通るツールがこれなんですよね。この緑のビー玉が通るんですけど、でここでこれがないとですね、すぐに転がっていって発動しちゃうんですよ。なんでそれが問題かっていうと、ここでこのミルクと角砂糖を入れるっていうところを見せたいわけなんで、それと同時にこれが発動すると一気にいろいろ起こりすぎてあんまり分かりづらくなってしまうんですよ。ですから一旦食材を入れ終わった後にちょっと間を置いてこれが発動してほしいわけなんで、一瞬だけここで遅らせているってことですね。今本当はもうちょっと遅らせたかったんですけど、ここにいっぱいブロックつけちゃうともう坂が緩いもんですから普通に転がんなくなっちゃうってことで1個だけつけてます。はい、一通りできたはいいんですけれど、各フェーズでかなり複雑な仕掛けになったので、一旦スタートからゴールまでの流れを全体的に説明していきたいと思います。スタートとゴールはこのオレンジのレールになってます。これがスタートです。ここにピンポン玉を置くことで始まります。この坂を転がっていきまして、まず最初は黄色いバーに当たります。で、この黄色いバーの上には水色のビー玉が乗っていまして、これが転がり出します。そしてこの白いレールのエレベーターに乗ります。白いピンポン玉がそのまま進んでいって、この小さいビー玉に当たります。ピンポン玉はここで停止して、次はこのビー玉が進みます。でこの白い 3D プリンターで作ったレールの端まで行きますと、落ちましてつながっている積み木が引っ張り出されます。そうするとこれがストッパーになっていて、メジャーが閉じようとします。なのでこの黄緑の積み木が横にスライドして抜けます。するとこのオレンジのレールが坂になるので、乗っているミニカーが滑っていきます。その反動で先ほど乗ったエレベーターが上がっていき、上のレールに青いビー玉が到着します。そしてその後はビー玉2個分の重さがこのレールの端っこまで行きまして、これもシートみたいになっておりまして、で傾いてこのトッパーを外します。これですね、ここに先ほどのレールが傾いて落ちて斜めになってスライドするという形ですね。はい、でそうするとセットしたコーヒーの袋が倒れる状態になります。倒れると次はあそこに待機している透明なビー玉にバーの縁が当たってスタートします。はい、でこれが転がっていくと、次はこの曲がる仕掛けのところに行きますね。青いパーツに当たりまして、これが奥側に倒れると。で倒れたらまた紐がついていて、これも倒れる。で車が発車して、この車の紐の先にはこのオレンジのレールの積み木つながっていて、こうやって90度回転するわけですね。ですでにこの上に先ほどのこのビー玉が乗るわけなんで、そのまま手前の方に進んでいきます。でそうしましたら平べったい積み木を落として、ここですね、一個一個全部これが紐でつながっているんで、こう順々に外れていって、今水は入ってないんですけど、マグカップに水を注ぐ工程のところに行きます。はい、でこの積み木が全部落ちたら、最後はあの竹ひごに紐がつながっていて、これが抜けます。あれはマグカップの台車のストッパーとなっております。でまた抜けると同時に反対側の左にある仕掛けが動き出します。で今ちょっとビー玉外してありますけど、抜けると、はい、ここのゲートが開くという仕組みになってます。でこの竹ひごはそのままスライドして机の下に落ちる流れになってます。なんでここは全部なくなるわけですね。でその次の流れは、ゲート開放で動き出したこの赤いビー玉がこのロートの穴に落ちて、この黄色いドミノを倒すと。でこれが倒れたら、次このミニカーのゲートが開きまして、これが開きましてミニカーが進むと。で進んだら、ここちょっと書いてるんですけど、この青いビー玉に当たります。この白いところがここに当たって黄緑の坂を転がりまして、でこの重りになっている積み木をまた落とします。この積み木が落ちると、紐でつながれているのはこれですね。ここが引っ張られて、このマグカップのゲート開放っていう形になります。でそうするとマグカップは自動的に前に進んでいくという形になります。でこの重りを落としますね。次は当たってこれが落ちると、この屋台ですね、屋台が来る流れになっていって、進むにつれて一番手前にある紐がどんどん引っ張られていきます。引っ張られていくと、このゲートがこのように徐々に開いていって、最終的に開き切るとミニカーが動いてきます。全体は一番左まで到着しまして、上の台車も動いていくと、さらに紐がついていて、この水色のビー玉を止めてるゲートが開きます。それと同時にここにセットされているピンポン玉がもう旗みたいな厚紙に押されて、このオレンジのレールのところにこうやって落ちます。この状態ですね。でゲート開くと同時に水色のビー玉が進む、プラスゲートについているキャップに入っている青いビー玉もオレンジの筒に入ります。こうですね。水色のビー玉はミルクを倒してミルクを入れます。でこっちの青いビー玉は転がっていって、この水色の積み木を
倒します。でこれが落ちた次の仕掛けは角だとのゲートにつながっていて、転がっていってここに入ると。でさらにこのゲートが開いた流れでまた反対側に紐がついていて、これは下に置いてあるビー玉を動かすゲートとなっていると。でここを転がってきてこの積み木を落とす。そうすると紐で引っ張られたこの荷台の上にある大きめのレールが逆方向に動きまして、このピンポン玉を押してこのオレンジのレールでフェードアウトして終わりで、このコーヒーもできてますっていう流れになります。さあいろいろ複雑な仕掛けが多いんですけど、これはうまくいくんでしょうか。実際に今からトライして成功するまで頑張ってみようと思います。いや、いいとこまで行ったんですけどね、なんか止まっちゃいましたね。ここがどうやら重たすぎて上に上がらんようですね。おそらくですけど、この付け根の位置をもうちょっと調整すればどうにかなると思います。これはミスってますね。この紐がですね、おそらくどっかしらに引っかかって、セッティングミスですね、これは。なんでもう一回やり直します。わからないけどなんか引っかかってた。おそらくですけど、あそこの黄色い棒みたいなのが柵なんですけど、あれがですね、オレンジのところに引っかかってたんですね。いろいろまた変えてみました。それではやっていきたいと思います。またここ落ちなかったです。あ、なんかまた引っかかって積み木の角に車のタイヤが引っかかってました。また止まります。水がこぼれちゃってる影響で、わかりますかね、この黄色いドミノが倒れるんですけど、その手前に水が溜まってて倒れなかったです。ここがなかなかいかないですね。直します。これは悲惨な状態になってます。これ完全にもし上がりきらなくても、この棒の影響で止まっちゃってるんで、この位置を変更すればもしかしたらいいのかもしれないです。もうちょい重りが足りなかったら。残念。
さあ一通り装置動きました。結局8時間ぐらいずっと試行錯誤して、何テイクぐらいやったのかな、100テイクぐらいやったのかもしれないですけど、やっと終わりました。で、見てください、できたのがこれ。コーヒーじゃないね、これ。薄いコーヒーができました。コーヒーでも一応ミルクと角砂糖入ってるんでね、ちょっとこれ飲んでみたいと思います。いや、何の飲み物かわからん。うわー、ただの砂糖水です、これ。っていうのを2、3ヶ月かけて作ったっていう話になってます。この後一応固定カメラバージョンでね、もうちょっと綺麗に撮った方も編集して流したいと思いますんで、よろしくお願いします。このお湯を入れるだけは面白くできたかなというふうに思うんですけど、もともとくりめに入れてってこぼれないようにとか言ってたんだけど、めちゃめちゃこぼれましたね。普通にめっちゃこぼれてるし、これを跳ね上げるときにひどい悲惨なことになってますけど、まあいいんですよ。結局ね、この装置が面白ければいいってことでね、やっと終わりました。夜の10時ぐらいから撮影始めたんですけど、もう今ね、朝の6時半です。もう7時になりますね。いやー、ギリギリの戦いだったんですけど、なんとか終わりました。お疲れ様でした。ってことで、固定カメラの方を流して終わりたいなというふうに思いますんで、そちらの方を見てくれるとありがたいです。